ごちそうさまチャンネルは男子おつまみ、白菜を麺にしてサンラータン楽しもうよという白菜麺のサンラータン麺。白菜麺って言ってるぐらいなんで白菜の麺なわけですよ。これヘルシーですね、すごいね。こういう風に持ち上げてこうズルズルズルっとこれねほんとすすれんですよ。ちょっと炭水化物抜いた方がいいかなとか思ってる方が麺食いたいなと思った時にはもしかしたらいいかもしれないですね。こういう感じでね、ほら麺持ち上がるわけですよ。麺みたいに食ったりと遠くから見たら麺に見えるでしょこれ。何のラーメン食べてんのみたいな。いや実は白菜なんだよ。みたいなね、そういうやり取りがちょっと起きそうな。皆さん美味しいお酒飲んでいらっしゃいますでしょうか。今日のごちそうさまチャンネルは男子おつまみ白菜麺のサンラータン麺。まあその名の通り、白菜を麺にしてサンラータン楽しもうよという。白菜結構量使うんで余った白菜全部一気に入れちゃえっていうのもありですよね。でしかも美味しい。なのでおすすめレシピになってます。はい、お楽しみ。お楽しみ。材料ですけど、まず白菜で椎茸、鶏のささみ、それからお酒、生姜、調味料が醤油、鶏ガラスープの素ペーストです。片栗粉、水、それからお酢、卵、それからお好みで、白いりごまと、ラー油。まずですね、お鍋にお水入れちゃいます。ここにお酒と生姜スライスですね。もう皮付きでいいです。はい、これも一緒に。で、鶏のささみ、ここにボンと。ここも具材と出汁って感じですね。そんなに長時間煮るわけじゃないので、厳密にすごいたくさんの出汁が出るわけじゃないんですけど、蓋。続いて椎茸切っときます。軸を落としてスライスですね。で今日の主役白菜で、白菜麺って言ってるぐらいなんで白菜の麺なわけですよ。なんでこの長さ絶対ストローク必要なんですね。この長さはこれを細く切っていきます。こういうね、こういう感じです。今みたいにシャーってちょっとできなかったらね、もうこうやって切ればいいですから。はい。ちょっとこう製麺感ありませんこれ。ラーメン屋さんがこう麺を束で持ってる感じ出てません？ちょっと出てませんね。それいいかな。いいですね。もう火取ってる。火取ったら OK だと思ってください。で生姜このまま入れといて全然食べれますんでこのままでもいいし、気になる方は今の段階で抜いてもらってもいいです。はい、これこのまま置いておきます。そしたら調味料入れていきます。ガラスープが小さじ1ですね。お醤油が大さじ2で、ここでまず白菜ですごいたくさん入るんですけど、やっぱり水分抜けてかさが落ちるんでちょうどいい感じになります。これヘルシーですね、すごいね。ちょっと炭水化物抜いた方がいいかなとか思ってる方がちょっとサンラータンっぽい酸っぱいもので麺食いたいなと思った時にはもしかしたらいいかもしれないですね。で椎茸、これも出汁になりますね。でこれをさらに煮ていきます。かなりくったりさせちゃう。お箸で持った時に両サイドにちゃんと白菜が垂れるぐらいの柔らかさをイメージしてください。で鶏ほぐしときましょうかね。それいい感じかな。この辺なんかねこういう風に持ち上げてこうズルズルズルっとこれねほんとすすれんですよ。でここに鶏肉戻します。でまず水溶き片栗でとろみつけます。ひと煮立ちで卵、とろみついたら火止めます。お酢が入るんでお酢飛んじゃうんでお酢入れてさっと混ぜ合わせで卵を溶き流します。いきます。でちょっとだけ蓋。いいですね。ちょっとだけ卵に火が入る感じ。そうするとこうふわふわなんですよ。ふわっとこう羽衣のような卵というかゆらゆらゆらっと。じゃあ盛り付けです。麺の部分の白菜ですね。
でお好みラー油でごまと。はい、完成です。お客さん白菜麺お待ちって感じのね雰囲気でいただきたいなと。こういう感じでね、ほら麺持ち上がるわけですよ。麺みたいにくったりと。これだってね、ほら遠くから見たら麺に見えるでしょこれ。いただきます。これぞ白菜麺です。非常に美味しいです。かつヘルシーで、具材も椎茸と鶏のささみなんで、味はもうサンラータンですね。体に良さそうですね。これ家で食べてたら分かんないでしょ。だって何のラーメン食べてんのみたいな。いや実は白菜なんだよ。みたいなね。そういうやり取りがちょっと起きそうなとかね。ちょっとほら腰回りがちょっと厳しくなってきたお父さんとかね、お母さんが「あなた最後にいつも晩酌の後白いご飯食べるけどやめてこれ食べて」っつって「なんでこれ白菜じゃんか」みたいなこうね、そういうやり取りが各家庭で起こることを願います。ごちそうさまでした。